今回は Linux Mint に DaVinci Resolve をインストールする方法を紹介するよ。リソルブのインストールって難しいって聞くよ。Resolve は Ubuntu 22.04 向けに作られているの。そういえば、Linux Mint 22って Ubuntu 24.04ベースだったよね。そう。バージョンの違いが Resolve の導入を難しくさせているの。なるほど。22.04向けのものを24.04で動かすから、そのままではうまく動かないんだね。今回はライブラリのバージョンのズレを修正して Resolve をちゃんと起動できるようにしていくよ。まずは DaVinci Resolve をダウンロードするよ。無料版をダウンロードすればいいんだね。そう。必要事項を入力してダウンロードしてね。ダウンロードしたよ。ZIP 形式になっているから回答するね。Resolve の ZIP ファイルは大きいから回答には少し時間がかかるよ。あ、回答できたよ。無事に LAN ファイルが展開されたね。じゃあ、この LAN ファイルを使ってインストールするよ。あれ、エラーが出たよ。エラーを見ると、期待しているパッケージがないから、インストールをキャンセルしたって言っているね。え、このままじゃインストールできないの？でも、よく見ると、チェックを回避する方法が記されているね。あ、スキップパッケージチェックって書いてあるね。そうだね。それじゃあ、このオプションをつけて、LAN ファイルを実行するよ。あ、インストーラーが起動したよ。大丈夫そうだね。あとは、NEXT を押していくだけでインストールできるからね。うん、インストールできたよ。スラオプとスラリゾルブにインストールされたようだね。これで、ダヴィンチリゾルブのインストールは完了だよ。それじゃあ、リゾルブのインストール先に移動するよ。スラオプとスラリゾルブにインストールされているんだったね。実行ファイルは、bin ディレクトリにあるからね。オッケー。このリゾルブってやつが実行ファイルだね。そうだね。それじゃあ、起動できるか確認してみよう。起動。あれ、エラーになっちゃったよ。どうやら、リゾルブのライブラリが古くて、新しいシステムでは動作しないようだね。これを解決するには、Ubuntu 22.04 向けのライブラリを用意する必要があるよ。もしかして、システムのライブラリを書き換えちゃうの？それはちょっとリスクがあるね。安心してシステムのライブラリは書き換えないよ。システムのライブラリをそのままに、リゾルブだけが参照するライブラリを用意するの。そんなことできるの？システムとは別の場所に新しく用意するってこと？そうなの。リゾルブはスラオプとスラリゾルブにインストールされているから、その下に配置していくよ。なるほど。新しく用意するライブラリは、リゾルブのインストール先に設置するんだね。そして、それらはリゾルブだけが参照するライブラリなんだね。システムのライブラリを書き換えるわけじゃないから安心だね。その通りだよ。システムに影響を与えずに、リゾルブだけを動かす安全な方法なんだ。じゃあ、早速その具体的な手順を進めていくね。まず、作業用ディレクトリを作るよ。そこに wget コマンドを使って4つのライブラリをダウンロードするよ。この4つをダウンロードすればいいんだね。ダウンロードできたよ。次は、それらをリゾルブのディレクトリ配下に配置していくよ。ここではシェルスクリプトを使うけど、4つのコマンドを1つずつ実行しても大丈夫だよ。じゃあ、展開が終わったから、スラオプとスラリゾルブの中を確認してみてね。あ、新しくユーザーディレクトリが作られているね。そう、
その中にライブラリが展開されていることを確認してね。パンゴとか、ピックスバフっていうライブラリが、ちゃんと展開されているね。これで、リゾルブに必要なライブラリはすべて揃ったね。最後に、用意したライブラリを、リゾルブが優先して読み込むように設定するよ。環境変数のライブラリパスを設定するんだね。これで、ライブラリのバージョンのズレが解消しているといいな。じゃあ、ここで、今までやってきたことを少し振り返るね。インストールの問題も、起動の問題も、一つずつ解決してきたんだね。そうだね。ここからは、もう一踏ん張りだからね。では、もう一度起動してみてね。今度はちゃんと起動するかな？あれ？またエラーになっちゃった。Linux でリゾルブはやっぱり難しいんだね。だけど、エラーが変わったということは、先ほどのエラーはちゃんと解決できたってことだよ。じゃあ、少しは前進しているのかな？そうだね。ただ、今回のエラーメッセージは、情報が十分ではないようだね。エラーの原因を特定できないってことなの？そうなの。でも大丈夫だよ。こういう場面にぴったりのツールがあるの。それって、エラーメッセージが不十分でも、エラーの原因を見つけられるってこと？そうなの。そして、それは、ストレースというツールだよ。プログラムの動きを記録して、原因を探し出せるの。今回のように、エラーの原因がわからない時でも、解決の糸口を見つけられるからね。そうなんだ。それは頼もしいね。じゃあ、ストレースを使っていくね。画面のコマンドを実行してね。これで、リゾルブの動きを記録できるようになるからね。ストレースを使って起動すると、ちょっと遅いんだね。そうなの。ログを取りながら動いているから、少し時間がかかるんだよ。じゃあ、ログを確認するね。どう？原因は見つかった？見つかったよ。Apple Immersive っていうディレクトリを作ろうとして失敗しているんだ。あ、権限がなくて、ディレクトリを作れなかったってことかな。じゃあ、そのディレクトリを自分たちで作ってあげればいいんだね。そう。そして、オーナーの変更も必要だからね。じゃあ、Apple Immersive っていうディレクトリを作るね。オーナーも変更してね。ディレクトリの準備ができたよ。では、もう一度起動してみよう。3度目の正直ってやつだね。えい。あ、起動した。やったね。これで、Linux Mint で、リゾルブが使えるようになったね。少し難しかったけど、無事に起動できてよかったよ。次回は実際に、リゾルブを動かしていくね。リゾルブ用の起動スクリプトや、ショートカットも作っていくよ。楽しみだね。今回のまとめはこちらになります。最後まで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。